がものすごく効いています。使いたい分だけ切り取って炭酸で割ってからヤンニョムエビとで焼いてから切りましったりはまります。朝食を作ります。まだまだ硬かったお弁当箱にメニューはごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。木村屋昭和な生姜焼きパン6個入り648円です。新商品です。ピザパンはなかったです。1個あたりは108円。製造は千葉県。消費期限はあさってです。縦横8センチ、高さ45ミリの直方体。ものすごくふんわりしています。フィリングの周りは空洞になっていますが、フィリングの量はちょうど良いです。フィリングは豚肉のミンチっぽいものも見えますが、肉感はあまり感じず、生姜がものすごく効いています。マヨネーズとの相性も良いのですが、生姜の風味と辛みのパンチが強いので、子供にはつらめのお味かもです。トースターを使う場合は焦げないようにアルミホイルで包むとのことなので、表示に従ってアルミホイルで包んでオーブントースターで温めてみました。温め時間は機種などの条件によって違うと思いますが、うちの場合は3分です。ほかほかで柔らかく、さらに美味しくなりました。そのまま常温やレンジ温めと比べると格別に美味しいです。袋ごと冷凍もしてみました。袋に数箇所切り込みを入れて電子レンジで温めました。600ワットで50秒加熱してみたら、パンは少し汗をかいていますが、熱々のふわふわです。山本コーヒー冷やしのコーヒー無糖1リットルが6本1198円から240円オフは7月9日までです。メルマガ掲載品です。1本あたりは 159.6 円。大阪で人気の山本コーヒーさんのアイスコーヒーで、コストコでは夏だけの販売です。製造は和歌山県。昨年は山梨県でしたから変わったんですかね。賞味期限は来年の5月です。とてもクリアで美味しいので気に入ってます。同時に飲み比べたわけではないので気のせいかもですが、去年のより苦味がアップしているように感じます。アイスコーヒーに最適な濃さ、苦味&コクがしっかりあって美味しいです。私は好きです。牛乳を入れても美味しいです。ダイソーの人気商品、アイスバッグに入れて凍らせます。使いたい分だけ切り取ってグラスに入れます。めんどくさいんですけれどもね。ゆっくり飲んでも味がぼけないのでおすすめです。久世福いちごミルクの素 575ml 980円から200円オフは7月13日までです。メルマガ掲載品です。昨年末くらいからコストコ仕様になって9杯分から11杯分に容量がアップしました。その分お値段も上がっています。久世福オンラインでは 290ml と 470ml が販売中です。モロッコとチリの品種は分かりませんが2種類のイチゴが使われています。こちらの大瓶にはフラクトオリゴ糖が使われています。賞味期限は来年の5月です。約11ヶ月です。いちごミルクの素1に対して牛乳は2です。なんだかんだいちごミルクが一番簡単で美味しいんですけれども、ジャムのような強い甘さはないのでアレンジもしやすいです。キリと混ぜてストロベリークリームチーズにしてクラッカーやベーグルに塗ります。もちろんヨーグルトとの相性も抜群です。オイコスバニラとストロベリーを同時に食べたかのような贅沢感です。炭酸で割ってからアイスクリームをのせてクリームソーダにしました。ホイップクリームものせます。過去には塩と氷を使って冷やした即席アイスも作りましたが、今回はダイソーのアイスバッグでシャーベットを作りました。果肉が詰まってしまってちょっと苦戦しましたが、なんとか出来上がりました。凍らせたらハサミで切って取り出します。出してすぐよりも冷蔵庫で30分くらい放置してから食べたら口どけがよく美味しかったです。甘さ控えめのシャーベットです。
韓国冷麺4食入り998円から200円オフは7月9日までです。1食あたりは 199.5 円。原産国は韓国。賞味期限は11月29日です。約4ヶ月です。もう何度もご紹介していますよね。中はそば粉とどんぐり粉入りの麺とスープとからしソースがそれぞれ1食分ずつに分かれているので使いやすいです。スープを丼に入れておきます。麺の茹で時間は40秒。ほぐれたら OK って感じです。冷水で締めてからスープを入れた丼に麺を入れます。今回のトッピングはヤンニョムエビとフリルレタスとゆで卵です。ヤンニョムエビはエビチリよりもシンプルな材料で作るので簡単です。レシピはクックパッドにも上げていますので概要欄のリンクからご覧ください。細くて柔らかい麺です。ハサミは使わなくても刃で噛み切れます。お好みでからしソースをかけます。米久スライスアップルスモークベーコン 700g 1348円から280円オフは7月9日までです。大人気のアップルスモークベーコンの切り落としです。厚さは 6mm です。製造は埼玉県。賞味期限は7月30日です。約3週間です。真空パックを開けると傘が増えるので器は大きめを用意して正解でした。切り落としといってもちゃんとしたスライスです。破片も混じってはいますが、もともとのブロックがいびつなのにこんなに綺麗なスライス。自分で切るよりも見栄えが良いです。チャーハンなどの炒め物やサンドイッチなど活躍しますね。ハインツピクニックパック1798円から360円オフは7月16日までです。イエローマスタードが1本、トマトケチャップが2本、アメリカンスタイルバーベキューソースが1本、メキシコ風ホットチリソースが1本、タイ風スイートチリソースが1本です。原産国はマスタードはアメリカ、ケチャップはオランダ、他はポーランドです。賞味期限は9月29日です。2ヶ月半くらいですから短いですね。いつも大きいのを買っているので 250g サイズでもミニチュアに見えちゃいますね。汚れや筋を取って下処理した鶏もも肉をフォークでプスプスしてからクレイジーソルトをかけて、1枚にはハニーマスタードソース、もう1枚はバーベキューソースを絡めました。そのついでに一口大に切ったもも肉もつけてフードセーバーでシールして冷凍しておきます。切ってから焼くと切らずに焼いた時よりも肉のうまみは逃げやすいですけれども、タレの味は染みやすいそうです。これは切らずにグリルで焼いてから切りました。黄色い方がハニーマスタードソース、こんがりしている方はバーベキューソースです。ジューシーで美味しかったです。バーベキューソースとケチャップを合わせてからチャーハンにも使います。比率はお好みですけれどもケチャップの方が多めです。サラダ油とバターで炒めた野菜に絡め、温めておいたご飯を入れて炒めます。ケチャップライスよりもスモーキーな仕上がりです。浜屋ドリップバッグコーヒースペシャルブレンド40パック998円から200円オフは7月9日までです。1杯あたりは 19.95 円。製造は大阪ですが、豆はコロンビアとブラジル、その他です。賞味期限は来年の6月です。約1年です。使うお湯は沸かしてすぐよりも少し置いて下がってからの方が良いです。その間にフィルターの上部を破ってから広げてカップにセットします。蒸らしは20秒、あとはまったりゆっくり注ぎます。苦味、酸味、コクのバランスの取れた味わい。ブラックでも飲みやすい万人受けするコーヒーです。うちも何度もリピしています。バイカラークロワッサン1380円から200円オフは7月13日までです。また買っちゃいました。チョコレートとラズベリーが4個ずつ、1個あたりは 147.5 円。
加工日は今日、消費期限は明後日です。菓子パンとしてはお高いんですけれどもね、気に入ってます。長さは17センチくらいです。チョコレートはヌテラのようなヘーゼルナッツチョコスプレッドが巻き込んであります。いい感じに空洞になっているので、裂けるチーズがぴったりはまります。アルミホイルで包んでオーブントースターで焼くと、中はとろっとしてます。ラズベリーにはバナナを入れました。ぴったり閉じてから切ると断面が美味しそうですよね。どちらを食べようか迷った時は半分にスライスして合わせて食べるのもおすすめです。さらに生クリームを挟んでデブカツみたいですけれどもね、美味しいです。バラエティベーグル6個入りが2袋880円です。シナモンレーズンとプレーンを選んできました。他にブルーベリーがあり3つの中からのセレクトです。1個あたりは73円。加工日は今日、消費期限は明後日です。直径は10センチくらいなので大きめです。2種類のベーグルは半分こにしてお皿にのせます。生地にいちごミルクの素を混ぜてからシナモンレーズンに塗りました。プレーンには野菜やベーコンを挟んでいただきました。朝食を作ります。細切りの人参にキユーピーすりおろしオニオンドレッシングを絡めます。これ分離しているので最初のうちは振っても油しか出てこなかったんですけれども、ちゃんと出てくるようになったらガーリックが効いててすごく美味しいです。砕いたアーモンドも混ぜます。アボカドはまだまだ硬かったので唐揚げにしました。サラダ油でもオリーブオイルでもいいんですけれども、アボカドオイルを使って揚げました。ポテトと同じように揚げたてにお塩を振ります。ちょっとこんがりしすぎちゃいましたけれども、お芋っぽい感じで美味しいです。先ほどのフライパンのアボカドオイルは少し残した状態で、アップルスモークベーコンと小松菜を炒めます。柑橘、こちらデコポンの入ったポン酢をかけてます。トースターで焼いた業務スーパーのハッシュブラウンにケチャップをかけました。デザートはサンゴールドキウイとオレンジです。娘の分はお弁当箱に詰めました。中3の娘は塾に通ってます。今週のお酒はキリン、淡麗、グリーンラベルです。キャンペーンでいただいたものでコストコとは関係ありません。糖質 70% オフは嬉しいですね。メニューは鶏もも肉のバーベキューソースとハニーマスタード焼き、シューストリングスポテト、フォレストクラッカーオニオン風味、サンゴールドキウイです。フォレストクラッカーはクラッカーにしては甘めですがとても美味しいです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。